こんにちは、アンナスです。今日は、中級プリントクロス小花総柄の忘れなぐさっていうのをやってみようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、忘れなぐさの袋を開けてみたいと思います。はい、開けると説明書とあと印刷された布が入ってます。で、水色と緑でフレンチノットサテンアウトラインで刺しましょうみたいな感じですね。なんですけど、ちょっといつものようにアレンジしようと思います。で、何をアレンジするかっていうと、私の5つのステッチでできるアンナスの刺繍工房っていう本を昔出したんですけど、この中のこれね、紙にも刺繍できるっていう設定の、本なんですね。これのね、このこういうの鳥さん、これを、ちょっと織り交ぜてやっていこうと思います。で、図案なんですけど、78、79ページ。はい。で、これ布がめちゃくちゃ薄いのと、あと、チャコペンで描くと結構前も滲んだんですよね。なので、シャーペンで細く描いて、でシャーペンの線はできるだけもうわからないようにやっていこうかなと思います。刺繍する時にちょっと気をつければ大丈夫だと思うんで、今この鳥さんがお花を持っているっていう、図案なんですけど、もう本から直接でどこにしようかな。なんかお花がこれ結局図案は消せるんで、お花がかぶってても大丈夫ではあるんですけど、できるだけお花がかぶってないところをやっていきたいな。ここかな。なんかね、ちょっと隙間があるんですよ。画面上だと全く見えないかもしれないんですけど、お花とお花の間の隙間に無理やりこう入れ込みます。はい、これでここに映ってるんですけど、ちょっとくちばしの下あたりもお花を茎ですね、茎を続けて、消せないって言ってるのに線間違えて二重線になっているし、これ消しゴムで消せないのかな。で、この線ですね。で、お花が離れてるんで、この上のやつをこうくっつけようかな。で、葉っぱもちょっと離れてるんでくっつけてください。これはもうお尻のところにあるのがいいかな。で、どの辺まで刺繍するかちょっとわかんないんですけど、こうでしょ。あとなんか同じお花ばっかりがいいのかな。私が描いたこの辺のお花とかもちょっと入れてみてもいいのかもしれないですけど、そうね。でも入れるとやり方を説明しなきゃいけなくなるのと結構バラバラするので、なんかこの辺のお花をもうちょっとこう継ぎ足してもいいのかもしれない。ちょっと一旦この本が書きづらいんで置いといて、この鳥を中心に何かにしたいな。なんか巾着袋的な感じにしたいなと思ってるんで、ただここがね上がもう多分足りないと思うんですけど、なんかこのお花をどの程度まで入れられるかわかんないんですけど、ちょっと見ながらこう似たような感じでコピーして
で裏から描くと多分すごい綺麗に描けると思うんですけど、こんな感じでちょっと足してください。でここにもちょっと足そうかな。はい、ちょっとコピーしたやつを下に敷いて、お花とかはちょっと写しました。で鉛筆じゃないや、シャーペンで描いた線は消しゴムで頑張って消せば、汚い消しゴムなんですけど消せばなんか消えました。なのでちょっと二重線のところを消して、でなんかなんだろう、小袋みたいな、よくわかんない小袋みたいなのにしたいので、長方形のこんな感じの袋で、なんか上をちょっと巾着みたいに絞って、なんかお守りみたいですねなんかこうちょっと上開けといた方がいいのか。だからこの長方形の中だけ少しお花を描き足してるんですね。なんかこの辺とかちょっとお花少ないところに足したりとか、同じの繰り返してます。この咲いてるやつとなんかつぼみっぽいやつの2パターン入っているんで、その2パターンをうまいこと入れました。でメインが鳥になるようにしてます。で鳥のお尻あたりにちょっとお花が近すぎるので、これはちょっと下げようかなと思います。だからお花の位置だけ下に変えて、あとはお水で消せるっていうことなんで、水で消そうかなと思います。余分なところは。まあ、できれば裏も刺繍していくと可愛いんですけど、まあそこはちょっと適当にしようかなと思います。では刺繍していきます。まあ、せっかくなんで鳥から鳥さんを刺繍していきます。で刺繍糸は一色で刺していこうと思います。なんか見本だとお花は忘れな草は忘れな草の色、葉っぱは葉っぱの色でやってたんですけど、932で思い切って一色っていうのもいいかなと思って。で、サテンステッチで刺すんで、基本的にサテンステッチって2本取りでやるのが私の好みなんですけど、今日はちょっとモコモコさせたいので3本取りで刺していきます。あ、そっか、鳥からやっていくんだった。まあ鳥も今日はちょっとモコモコでやっていくんで3本取りにします。なんだ、あんまり何も考えてなかったですね。で、顔と、そっか、目があるから目は一色なんか入れた方がいいのかな。さてやめます線の刺繍にします。じゃあ最初玉留めで、手が滑って全然玉留めができない。こう針にくるくる巻いて、針のくるくるを持って、で針だけ抜くと玉留めができるんで、それでやってください。ちょっと先が長いかな。切っといて、一応この基本の日本の元の図案は紙刺繍とか布刺繍とか紙でもできるように設定して作ってる本なんで、全部バックステッチでやってるんですよね。なので基本的にバックステッチで、アウトラインでやろうかな。アウトラインでやります。で、くちばしだけもちょっと3本ぐらい入れて、でここの上からバックステッチだとカクカクするので、アウトラインステッチでやっていきます。一目作ってちょっと先に出して、最初のステッチをギュッて押して糸の下に刺します。糸を割らないで、糸をの下に入れるような感じ。仕上がりが半分ずつ重なっている感じになっていれば OK です。なんか縄っぽくなるといいですよって言うんですけど、なんか縄っぽくも見えないちょっと
私のアウトラインステッチは縄っぽい感じにはあんまりならないんですけど、これで、線の刺繍で全部やっていこうかな。はい、では目を刺繍します。目はやりたいところから針を出して枠を机に置きます。で、反対の手で少し上を持って空中で2回巻いて、ほぼ同じ穴に刺します。で、ぎゅーっと引き絞ってできた状態を作ったら、針を下に落とします。これでもいいですけど、ここなんかお腹のところちょっと埋めたいなと思ったので、針を移動させる時はこれ白い布だから糸こうやって一気にビュンビュンっていくと表に響くので、こうやって裏に絡めながら刺繍したい位置に移動します。で、お腹のところを埋める時ってこの後サテンステッチで埋めてもいいし、チェーンステッチで埋めてもいいんですけど、今回はなんかタッチを一緒にしようかなと思うので、アウトラインステッチで埋めていきます。なのでこうやって内側をアウトラインステッチ、重ねる向きは揃えると綺麗ですね。なので上の方に重ねているんで、中を埋める時も同じ向きで重ねていきます。で、これで1列やります。で、終わったらまた2列3列ってこう埋まるまでずっと線の刺繍でちまちま埋めていきます。はい、では鳥ができたので今度はお花を刺していきます。で、お花はサテンステッチです。で、もうこの3本取りのままでやってるんですけど、2本取りでやってもいいです。ちょっと3本取り自信がない方とか初心者の方は2本でちょっとずつやっていった方が綺麗にできると思います。で、真ん中に基準を入れて半分ずつ埋めるんですけど、これもなんか勢いで玉留めにしてしまいました。裏に絡めてもいいですね、この裏に。で、こんな感じで埋めて、こういう花びらを1色でなんか4枚とか5枚の花びらを刺す時のコツは、放射状に刺さないってことですね。芯からこう放射状にお花が生えてるんで、つい放射にしがちなんですけど、そうすると、これ図案が離れてるんですけど、隣とこう重なってなんかこう花びらが独立しない、一体化した感じの雰囲気になってしまうので、できるだけこう平行を保つ、放射にしないで、これお花じゃなくて一旦楕円の丸だって思ってもらって、で真ん中に基準を入れて平行して楕円を作るっていう感じでやっていくといい感じになります。これで5枚作ります。はい、芯の部分はフレンチノットステッチですね。目と一緒ですね。で、ここの茎はアウトラインステッチ。この最初にやった線の刺繍一緒ですね。全部3本取りです。で、今度葉っぱの刺し方は、真ん中に入れて、で左右埋めたらもうこれで埋まりそうな感じはします。これでいいですね。あんまり太くしない葉っぱなので、もう細いのでこれで OK です。はい、じゃあこれで裏に絡めて、でギリギリで切って、で鳥と
お花ができました。もうこれだけでも良さそうですね。まあでもちょっと当初の予定通りやっていこうと思います。ここのなんか3枚のなんか横向きのお花なのかな、これをやっていきます。で今ちょっと図案を下にずらして描いてるんですけど、なんか後でここは消す予定です。多分消えるはずなんで。でどうしよう、レゼーデージステッチにしようか。輪を作って糸をかけて上に引っ張る。で輪の外に刺す。でまた出して同じ穴に刺して、お花のサイズ、針の頭を出して糸をかけて上に引っ張る。これで良さそうですね。これで3本作って、であと茎と葉っぱはさっきと同じ刺し方で、これも全部3本取りです。なんかもう今日はすべて3本取りですね。っていう感じで、あともう繰り返しなので、必要な使う部分だけざーっと埋めていこうかなと思います。はい、刺繍ができて、で布をお水っていうか、ちょっとお湯みたいなのにつけたんですけど、そしたら図案が消えました。で、若干なんかピンクっぽくは残ってるんですけど、こんなもんだと思います。でそう鉛筆の線は消えてないので、鉛筆の線のところでここでちょっと待ち針がないんであるのはあるんですけど、今ちょっと手元にちょうどなかったんで、ここを両脇を縫っていこうと思います。手縫い糸で針は縫い針があるといいですね。じゃあ、両端を細かく並縫いしていきます。はい、両方縫えたのでカットします。もういらない部分を切っていって、ちょっと刺繍のところになる場合は刺繍残しといてください。でないとこれ切っちゃうとほつれてくるかもしれないんで、ここの上はちょっととりあえず多めに切っときます。ちょっと若干ここがもう布足りてないんですけど、これでひっくり返してで角とかちょっとこう出てないところ、この縫い目のところってこう丸く内側に入りやすいので、ちょっと針で出してあげながら手でアイロンちょっと折り目をつけてあげると仕上がりが綺麗ですね。はい、こんな感じになりました。これで上をクシュクシュってしてリボンで留めようと思うんですけど、その前にちょっと綿を軽く詰めます。これパンパンにするとちょっと可愛くないから少しでいいですね。少しだけ
でちょっとこう平べったい感じねセットして、ここ角がねちょっと足りてないけどまあいっか。こうやってクシュクシュってしたらわかんないかな。これでリボンをつけたいんですけど、ここ上はなんかほつれ止め液とかつけとこうかな。三つ折りするとなんか可愛くないかもしれないんで、なんか適当なところで、ここはね並縫い大きい方がいいです。なんか手でクシュクシュってした感じ、これリボンだけで一気にやってもちょっとすぐほつれてくると思うんで、ちょっと仮っていうかまあ本縫いなんですけど、ちょっと縫っておくとこのクシュクシュが固定されていいと思います。であんまり絞らないでちょっと緩くしておいて、ちょっと1個片方外れた。まあこんな感じで、サテンリボンの黒で結ぶと可愛いかな。だからこういう刺繍の布みたいな感じの、なんか布を作る感じですよね。ちょっとこの玉留めは後で切ります。とりあえずこれぐらいかな。でリボン作ってギュッと、なんかサテンリボンってちょっと外れやすいから、これもなんかボンドとかつけとくといいのかもしれない。大きいハサミが切りやすいです。こんなもんかな。はい、こんな感じで、これもなんかポプリが入ってそう、サシェみたいな感じになりましたけど、なんかポプリを入れてもいいですね。はい、こんな感じで出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。